はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は6月後半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。私いつも月末に翌月の惑星の動きを見てこんな1ヶ月かなっていうことをメッセージとして LINE でお届けしてるんですね。なのでもしよろしければ公式 LINE の方ご登録まだの方はお待ちしております。いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。太陽、カップ9、ペンタクルスの8の逆、はい、ペンタクルスの9の逆、節制逆、ラバーズ、ペンタクルス、キングス、明るいですね。ちょっと気をつけることで対策見てみます。カップの5の逆、そしてペンタクルスの2、オラクルはペンタクルスの6、なんかもう明るいキラキラしてる感じがしますよ。ちょっと星の話をさせていただきますが、まず6月の15日が新月になります。でこの新月はなんかとってもこう何かを追求していきたいとか、遠くまで行きたいとか、何か専門性とか方向性を持ちたいとか、そういうエネルギーが強いんですね。でもしもうこの方向で頑張りたいんですっていうのがはっきり決まってらっしゃる方にとっては、そのことがもっと深くなるとか、もっと速くなるとか、こう遠くまで行けるみたいな、そういったエネルギーなんです。風のエネルギーが強いんですよね。でその天秤座さんにとってはその風がものすごく追い風として使えるので、6月の前半もそうだったと思うんですけど、後半もやっぱりすごくいい風が吹いてるなって感じです。そして、6月のですね13日以降は金星が獅子座に入るので、ちょっとこうコミュニティとか友達とか、そういうグループ団体とかですね、そういったものとか、あとこういう風にしたいなっていう夢とか希望とかがちょっと湧いてくるかもしれませんね。そして6月の21日以降が社会運がすごく出てきます。社会運っていうのはお仕事されてる方は仕事もそうだし、別に仕事じゃなくても自分が生きてる環境、世界においてなんかこう光が明るくなるみたいな感じなんです。なんかもっとキラキラしてるみたいな感じなので、外に行くとか、社会と関わる、別に家の中にいても別に外と関わることできるので、そういう社会と関わるっていうふうに意識していただくとすごくなんか豊かな時間が増えるんじゃないかなって思います。なんか本当ね、6月29日以降っていうのは火星も双子座に入って遠くまで行くぞみたいな、本当にこう普段だったらもういいかな、面倒くさくてって思うところを、じゃあ頑張りますみたいな感じでこう遠くまで行くガッツがあるっていうのかな、なんかそういう風に宇宙がこう応援してくれてるような感じです。でさらには6月30日が満月なんですけれども、この満月からまた流れが変わるんですね。今年の後半にかけてこの流れはもう7月もめちゃくちゃ大事です。8月も日食があります。なのでこの夏をちゃんと乗り切れるようなに、ちょっとこの夏のエネルギーを解説した動画別で撮りますので、そちらでしっかりと7月以降は解説していこうと思うんですが、このまず6月の末ですよね。それまでの流れでもカードで見ても本当に明るいです。可能性に満ちているって感じかな。皆さんが今どんな気持ちでいるのかちょっとわからないですが、で落ち込んでますとか、いや全然ですよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、いつでも一瞬にして可能性に満ちた自分になれますし、気づく、そこにそうなれると思っておいてください。でやっぱり入り口が太陽なので、本当になんか自分は許されてるんだなとか、自分は生かされてるなとか、自分で良かったんだなって思うような、何かとてもいい空気感があるんじゃないでしょうか。でしかもここでやっぱりカップの9とかもあるので、それは想定外にやってきたことなのかなって感じがします。なんか不思議ですよね。なんか例えば自分がめちゃくちゃ頑張って努力をして何とか積み上げてそこに到達するっていうやり方ももちろんあるんですけれども、何か心の高を外すというか、こう何か自分の思考をちょこっと変えることによって、見方とか視点が変わることによって、なんか急に明るくなるというか、そうだったのみたいな、もうバーッと世界が変わるみたいな、そういうこともあると思うんですけど、なんとなく今この6月末に言われてるエネルギーというのはそんな感じなんですよ。一瞬にして変わる、自分が心地いい波動の方に焦点を当てて世界が変わるっていうのかな。
いいんじゃないかなこれでっていうような、そのなんか特別なすごいことが起こるとかいうことではなく、今の自分の生活の中でこれが私にとっての幸せだなとか、私でいいんじゃないっていうような自己肯定が強まる感じがします。そして実際にそういう感覚でいると、現実もすぐ変わってきて、なんかいろんな話が来たりとか、お仕事の話が来たりっていうのもあるかもしれませんし、あんまりその仕事に対してやる気なかったけどやっぱり頑張ろうかなみたいな気持ちになったりとか、とにかく外の世界、社会とのつながりがすごくこう天秤座さんを盛り上げてくれてる感じがするので、何かあるなって感じがしてますよ。仕事なのか、別に仕事ではないかもしれないんですけど、その地域のなんとかとか、いや行ってみたかったコンサートにやっと行けるとか、そういうことかもしれませんしね。とにかくなんか嬉しいことがある、ワクワクすることがあるって感じかな、これは。で、それをしっかりと固めていこう、この経験を自分の血肉にしていこうみたいな、この経験をただわーって終わらせるだけじゃなくて、しっかりと自分の中に蓄積していこう、この感動をとか、そんな感じがします。でちょっと注意していただきたいのは、すごくなんかこう本当に可能性に満ちた心地いい風が吹いてるなって感じなんですけれども、こう定着させるのは時間をかけてやっていくものなので、もちろんその血肉にしていくっていうふうには出てるんですけども、なんか一日ですぐにとか、その今一瞬にして気持ちは変わりますよ。でも一瞬にして気持ちはまた元に戻ることもあるわけで、なんかその現実を作っていくっていうのは、自分が心地いい状態で毎春毎春毎日毎日を過ごしていって、気づいたらそういう現実になってたねっていう感じがあるので、こう感覚と現実ってちょっとタイムラグがあると思ってほしいんですけど、そういう意味で言った時に、何かを芽生えようとしている社会的活動に対し、すぐにそれが現実化しないとか、ちょっとなかなか返事が来ないとか、そういうことであんまりめげないでくださいね。タイムラグがあるもんだと思っておいてください。で特にやっぱりオラクルがペンタクスの6の逆なので、自分が誰かのためを思って何かかけた言葉が全然返ってこないとか、アプローチしたけど返事がないとか、そういうのもあるかもしれないし、お仕事に関して自分が何かお金をかけてやったけどまだ結果が出てないとかもあるかもしれないけど、やっぱりそのエネルギーとして自分が出しているのであれば、それはいつか何らかの形で返ってくる、そんなもんだと思っておいてほしいんです。何かお金とか自分が思う形として返ってくるにはまだ少し時間があるかもしれないけどっていうところなんですね。だから全然なんていうか、このカップの5のカードが言ってるんですけど、全然がっかりしなくていいんだよみたいながっかりって思ってるかもしれないけど、実はそっちの方が良かったよねみたいなことなんですね。これは思ってるより全然いいよみたいな。そして物事ってやっぱり上がったり下がったりしながら流れていくものだから、なんかお金だったりとか、その現実物質的なものだったりとか状況っていうのは自分の見方によってよく見えたりも悪く見えたりもするよねみたいな、そんな感じかなと思いました。ちょっとこれ踏まえたのでお仕事のことを見てみます。社会が明るいっていう時ですから、でましてやなんかこう専門性とか遠くに行くとか、そういう感じがあるので、どうなんでしょうね、仕事。ワンドの6、エンペラーですね、皇帝。そしてペンタクルスのクイーンということで、お仕事めちゃくちゃいいです。やっぱりどっかに行こうかなとか、やってみようかな、挑戦してみようかなっていう気持ちが強い。で今の自分ならできるんじゃないとか、今の自分だからこそできることをやるみたいな感じがあって、めちゃくちゃ力強いです。そしてそれは実際形になるって感じがします。今これ6月の末で見てるけど、6月の末にチャレンジすることっておそらくこの後に7月以降になんか響いてくるのかなって感じがしますね。で人間関係見てみましょうか。ラブメッセージ本当にすいません、途中まで撮ってたんですけど、ちょっともう5月が終わっちゃったって感じで、僕も全部の声が取れなかったんですよね。なのでちゃんとその7月8月9月のね、ちょっと特集というか、この夏をこなすための動画の中でラブメッセージ撮ってますので、そちらで参考にしてください。いきます。6月末の人間関係ね。
カップ3、ワンドの8、ソードのエースということで、いいですね。やっぱりね、なんか遠くに縁があるって感じ。今なんかもうネットとかでどこでも世界中の人とつながれますけど、そんな感じでちょっと今いる自分のエリアとはちょっと違うところの人とつながる喜びがあるっていう感じもありますし、一人だけじゃなくて1対1だけじゃなくて複数人の集まりだったりとか、そういう人間関係がとてもいいですね。仲間と手をつないでるみたいな感じもあります。そしてなんかエース、ソードのエースなので、ちょっと自分にとってはね、ちょっとプレッシャーがあるとか、ちょっと勇気がいることなんだけど、やってみよう、言ってみようっていうことで、こう一歩を踏み出す勇気があるっていう感じがしますよ。いいです、いいです。とてもなんか急激に仲良くなる感じもするし、人と誰かと、はい、楽しんでください、ぜひ。ちょっとこの内容いかがでしたでしょうか。何か通じたよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ではいきますね。最後にもう一枚オラクルカード引いてみます。天秤座さんの6月末、どうでしょう。このカード、皆さんもこのカードを見てメッセージご自身で受け取ってみてくださいね。エターナルスピリットっていうことで、なんかとってもこう神聖な本来の自分のエネルギーがある。そして自分が自分とつながることによってこう聖なる直感が自分の中で分かるよって感じがします。これは答えがそうなんですよ。こういう時期ってね、さっき遠くにとか物理的に距離がある人とつながれるとかチャレンジするとか専門性が出てくるって言ったんですけど、精神性っていう面でいくと真実の自分とつながるとか深いところの自分とつながるということもできる時なので、これまさにぴったりだなと思いました。はい、ということでここまでにしておきます。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。